どうもじゅんいちです。今回は After Effects 2026から使用できるようになった新機能の一つ、パラメトリックメッシュ。要は立体物が作れるようになったんですね。こちらの使い方を説明しようと思います。僕的にはこの機能で After Effects のみでできる表現の幅がかなり広がったんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもたくさん触ってほしいなと思います。では始めていきましょう。どうぞ。はい、それでは始めていきましょう。ではまずいつもと同じように新規コンポジションから始めてもらったらいいんですが、ここですね、まず 3D レンダラーと書いているところ、ここを開いてみてください。で、このレンダラーというところですね、ここがもしクラシック 3D とかシネマ 4D になっているのであれば、真ん中のアドバンス 3D に変えて OK しておいてください。今回紹介する機能はね、このアドバンス 3D で使えるものになっています。では OK しておきます。では早速ね、作っていくんですけれども、この画面上のツールが並んでいるところのちょうど真ん中のところに新しく増えていますよね。立方体ツールというのができています。ここ長押ししてもらうといろんな形の立体物を作ることができるんですけれども、順番に見てみましょうかね。一番上のまず立方体ツール。ここは分かりやすいです。使い方としては今までのシェイプの描き方と一緒ですね。こんな風に四角を描いてもらうと、もうそれだけで綺麗な立方体ができています。はい、簡単ですね。他も見てみましょう。球体ツール。球体ツールはそのままです。こんな風に球体が作れます。続いて平面ツール。これがね、一見すると平面ツールってただの平面なので、これ今までの長方形ツールで書いたのを 3D レイヤーのスイッチをオンにしたのと何が違うのって思うかもしれないですけれども、ここはまた後でお話をします。続いてはトーラスツール。これもね、今まで結構作るのが大変だったんですけれどもね、こんな感じのリング状の、形を作ることができます。円錐ツールは円錐形を作ることができますし、あと最後に円柱。こんな感じですね。この6種類となっています。普通に書くだけでも全然ね、何か使えそうな感じはするんですけれども、これをさらに後から変形させることができます。まずはじゃあこの四角いね、立方体からちょっと触っていこうと思います。これね、項目触ってもらうにあたって、この下のレイヤーのところから開いて、メッシュオプションとかベベルオプションとかね、ここ触ってもいいんですけれども、すごくね、スペースが狭くて見にくいので、このレイヤー選択すると、この横のプロパティを表示してもらうと、プロパティのところに各項目全部こうやって見やすく表示されているので、こっちの方で触ってもらった方が分かりやすいんじゃないかなと思います。ではこの立方体ツール、まずメッシュオプションのところを触ってみましょう。一番上のこの幅ですね。幅が変わります。高さも変わります。で、奥行きも変えられます。すごく分かりやすいですね。で、続いてベベルオプションのところ、半径ってありますが、この半径の数値を上げてもらうと角がどんどん丸くなっていくんです。こんな感じ。で、さらにちょっとこう丸くしておきますけれども、その下の辺の数ってありますが、これを下げてもらうと角がこんな風にスパッと切ったように切り落としたみたいになるんですよね。この状態でこうやって上の半径とかを触ってみてもいいんじゃないかなと思います。なのでここでうまくね、こう形を作っていってもらうと、例えばこんな感じでなんかちょっと宝石をねカッティングしたみたいな形も作れるんじゃないかなと思います。で、他にも円錐のところで今度触ってみますけれども、円錐の方だと上側半径ってありますよね。メッシュオプションです。上側半径のところを触るとこんな感じで上がスパッと平らになったりとかですね、下側の広さをこうやって変えるっていうようなこともできます。で、もちろん高さを変えたりとか、辺の数もここで変えることができるので、辺の数を例えばここで5とかにすると五角形になるんですよね。こんな感じにね。上端とかね、チェック入れるところがあるんですが、ここチェックを外してもらうと、今下の方も外しましたけれども、上の面のところがなくなって、蓋がなくなったような感じですね。そこもなくなったんで、向こう側が見えているような感じになります。スライスの開始、スライスの終了っていう項目があるんですが、このじゃあスライスの開始の方をちょっと触ってみますが、こういう風にちょっと一部切り取ったみたいな感じになるんですね。終了の方も同じようにこんな風になります。で、この状態でスライスキャップのチェックを外すと、この断面のところもなくなって中が丸見えみたいな感じになります。で、ここのね、このスライスの開始とか終了のところなんですが、ここをね、皆さんもね、いろいろ触ってみてほしいんですけれども、スライスの開始の方の数値を思いっきり上げていくと、こんな感じで星型になったりとかするわけですよね。で、さらにこの状態でこの辺の数とかもガーッと変えていくと、こんな風に
ギザギザの数が増えたりとかするので、これをね触ってもらうことでもかなりねこの作れる形っていうのが幅が広がっていいんじゃないかなと思います。でベベルオプション、ここ上げると上が丸くなってきますよね。で同じように下の方も下側の半径を数値上げるとこんな感じ、なんか生クリームを絞ったみたいな感じになってちょっと可愛いですよね。はい、こんな感じで作ることができます。はい、今のこのねスライスっていうのは形によってできるものできないものありますんで、皆さんもいろいろ触ってみてください。基本的な形の作り方はこういった感じになります。このメッシュオプションとベベルオプションなんかを触ってもらって形を作っていくっていうような感じですね。で続いてこのさらに下の項目マテリアルってありますが、このマテリアルで、色とかあと反射なんかをつけることができます。じゃあ今度このリングの形のを使ってみましょうかね。これでこのマテリアルのところでまず基本の色をこうやって好きな色をつけることができます。でちょっと順番おかしくなりますけれども、メタリックの項目ありますよね。メタリックの項目はこれ下げていくとメタリック感が失われてプラスチックみたいな感じになります。上げていくと 100% にしてみますけれども、はい、テカッとした金属のような質感になります。で上のこのアラドって書いてますけれども、これがマットみたいな感じですね。ここを0にするとマット感が失われて、めっちゃ金属、ピッカピカの金属みたいな感じになります。逆に上げていくと、はい、マットな質感になります。でメタリックを下げてマットを上げるみたいな、こんな艶消しの素材みたいな感じになりますよね。他にもこの下の発光色、一回じゃあ分かりやすくここちょっと赤色にしてみますけれども、発光色でその下の発光強度っていうところを上げていくと、この今の赤い色が影響してくるみたいな感じになるんですが、すぐにねここ何か使うっていうことはなさそうですけれども、実写の映像とかに合成するときにはこういったところが必要になってくるかもしれないですね。こんな感じでマテリアルの項目となっています。一旦このお話しした状態で、じゃあどんなものが作れるのかなっていうのを簡単なものだけでもね説明してみようと思います。ではここにね可愛らしい木を1本作ってみようと思います。では円柱ツールで木の幹の部分を描いてみましょう。こんな感じでいいかな。この円柱はベベルオプションで半径少しだけ下げて、この上スパッと切れているところちょっと丸くしておきましょう。この方が可愛いですよね。でマテリアルのところで色をつけてやります。木の幹なので茶色でいいでしょう。はい、こんな感じにしておきましょうかね。これは光沢感いらないのでメタリック0にして、はい、あんまりこうピカッとなってない感じになりますよね。ちょっと粘土で作ったみたいな感じになりますよね。はい、これで木の幹は OK でしょう。では続いて円柱ツールを使ってこの辺りでいいかな。はい、こんな感じで木の上の部分を作ってやります。でこれも上側の半径を少し上げて、で下側ももうちょっと広げてやりましょうかね。こんな感じしましょうかね。ベベルオプションで上を少し丸くしましょうかね。下側もちょっと丸みをつけてやりましょう。でマテリアルオプションで木の色ですよね。葉っぱの色をつけてやります。紅葉したみたいにしましょうかね。はい、こんな感じにしましょうかね。はい、これも光沢感はいらないのでちょっとマットな質感にしておきます。で、普段と一緒ですけれども、アンカーポイントが今ねこの中心に作られているので、木の幹のアンカーポイントは一番下に配置しておきましょう。上のパーツも一番下にアンカーポイントをつけておきます。でタイムライン0秒のところでまず木の幹のスケールを0でキーフレームを打ったら10フレームぐらいにしようかな。10フレームでここを100でキーフレームにイージーズをかけておきましょう。ぴょこんと生えてくるみたいな感じですね。木がニョキッと生えてきたこの辺りにしましょうかね。この辺りで上のこの葉っぱの部分っていうのも同じようにスケールで0で少し進めたところで110ぐらいにしておいて、もうちょっと進めたところで100、こんな感じにして、これも同じようにイージーズをかけておきましょう。これでぴょこんとこんな風に木がニョコッと生えてくるようなアニメーションが簡単に作れますよね。めっちゃ簡単ですけれども、こんなのも何かに使えるんじゃないかなと思います。今まではねこれですらアフターエフェクトだけで作るのはちょっと難しかったんですよね。はい、では続いては
もちろんね、機能的にこれだけじゃないので、もっとすごいことができるので、見ていただきたいんですけれども、さっきマテリアルのところで色とか、光沢感とかっていうのを触ったと思うんですが、もっとリアルな質感、テクスチャーをここに反映させるっていうことができます。で、その時に先に用意していただきたいのが、はい、こちら Adobe の、サブスタンス 3D コミュニティアセットっていうところなんですけれども、ここにね、いろんなマテリアルが用意されています。マテリアルの数が全部で1319今ありますね。はい、こんな風にいろんな質感のマテリアルがあります。横で絞り込むこともできます。レンガであったりとか、他にも大理石とか金属とかいろいろあるので、皆さんもね、何かダウンロードしてみてください。金属ですね、これはね。金属のじゃあこのなんかちょっと鎧みたいな模様のポチッとしてみましょう。はい、こんな感じのが出てきますね。はい、ここにファイルをダウンロードってあるので、ここからダウンロードしてもらったらいいんですけれども、ダウンロードすると、この拡張子が SBSAR という拡張子のデータがダウンロードされるようになります。で、ダウンロードしたものを After Effects のこのプロジェクトのところ、ここに今すでに僕いくつか入れてますけれども、ここにポンと放り込んでもらう。これだけで OK です。はい、これで先ほどのマテリアルの項目ありましたね。マテリアルのこのデフォルトってなっているところ、これを今入れたプロジェクトのところに入れた項目が追加されているので、先ほどの見ていただいた鎧のような質感のテクスチャーありましたよね。あれを選択します。するとこんな風に反映されます。ちょっとこれでは分かりにくい感じがしますね。ではこのマテリアルの割り当てのところにスケールってありますよね。このスケールを小さくしていくと、この模様がどんどん細かくなっていきます。めっちゃちっちゃくするとなんか蛇の鱗みたいに見えるんですけれども、もうちょっと分かりやすい感じにしときましょう。めっちゃかっこよくないですか？なんか、ね、すごいリアルな質感ですよね。で、これだけではなくてですね、先ほどのマテリアル、制作者の方がどこまでやってくれてるかによるんですけれども、さらにこの中でいろんな項目を触っていくことができます。例えば今の入れたこのマテリアルですが、色を変えることができるようになっています。こんな風に好きな色に変えることができるようになっています。他にもラフネスってありますが、これ0にするとよりこのピカッと光沢感が出るんですよね。逆にこれを上げてもらうと少しくすんだような感じになってきますよね。はい、こんな感じですね。で、ウェザリングってありますけれども、これを上げてやると、この分かりますかね、表面の分かります？このプツプツプツってなってると思うんですけれども、この表面のちょっとかすれたようなデコボコみたいな金属がね、剥げたようなデコボコがついたりとか、あとは、はい、サビをつける。こんな感じで。これちょっとやりすぎかもしれないですけどね。ちょっとサビさせたりとか。軽くちょっとサビをプツプツっとこういう風につけてみたりとか。めちゃめちゃかっこいいですね。すごいリアルな質感ができますよね。他の項目もいろいろあるんですよね。例えばこの模様自体これ変えられるようになってますよね。こうやって鱗みたいにしたりとかね。ただテクスチャーをね反映するっていうだけではなくて、さらにその中で細かな調整ができるものっていうのもあります。もちろんね、ほとんど触れないものっていうのもあるんですけれどもね。これはいろいろ試してみてください。で、これだけではまだなくてですね、これのすごいところっていうのが、こんな風にライトを作ってみましょう。じゃあ一旦環境ライトにしましょうかね。環境ライトを作ってみましょう。はい。で、環境ライトのトランスフォームで X 回転、Y 回転のところで、こうやって光の位置ですね、角度を変えてもらうと、光をどこから当てるのかっていうのをこうやって変えていくことができます。はい。こうすることで、マテリアルのね、ディテールがさらに強調されて、綺麗にかっこよく作れるんじゃないかなと思います。ライトがこうやって影響するっていうことは、当然なんですけれども、床とか壁とかに影を落とすっていうようなこともできます。先ほどのこの平面ツール、ちょっと大きめに書いておきますけれども、平面ツールなんかをこうやって使って、これをじゃあ床にしましょうか。奥にも壁を作ってやりましょうかね。はい。今これざっくりですけれども、床と後ろの壁を作りましたよね。でこれもただね、色をポンとつけるだけではなくって、ここに先ほどと同じようにマテリアルオプション、このマテリアルのところから、いいですね。こんな感じの床を置いてみるとかですね。後ろの壁のところは、はい、こんな感じで。ちょっとなんかお風呂みたいになりましたけれども、こんな風に、床とか、後ろの壁を作ってもらうことができますよね。で、これでもう一個ライトを作ってみましょうか。今度はじゃあスポットライト、オレンジ色の照明を当ててやりましょう。
はい、こんな風に今スポットライトを上からバンと当ててる状態なんですけれども、床にこういう風に影を落とすことができるようになります。パキッとした影が落ちてるんですが、シャドウの拡散とかをこうやって数値上げてもらうと、もう少し柔らかなね影にしてみたりとか、シャドウの暗さなんかもここで変えることができます。どうですか？めっちゃ簡単に作れるんですけれども、すごいいい感じになってますよね。やっぱり今までね、こういうリアルなテクスチャーっていうのを適用するのが難しかったので、これはかなり大きいんじゃないかなと思います。はい、これでね、基本的な操作であったりとか、あとマテリアルの反映っていうのは分かっていただけたんじゃないかなと思います。最後に、簡単にですけれども、この動画の冒頭に見ていただいた映像、どんな風に作られているのかなっていうのをちょっと簡単に説明しようと思います。もうね、想像つくよっていう方は別に特に見なくてもね、いいかなとは思いますんで、一回ここからやってみようと思います。では、平面ツールでこんな風に背景を作ってやりましょう。マテリアルの、そうですね、機械のようなね、感じで作っていたと思うんですけれども、はい、こんな感じのテクスチャーですよね。マテリアルを適用してあります。これが後ろのね、背景の壁となりますよね。で、続いて、ここに立方体ツールで、こんな感じの四角を縦長のね、書いてもらおうと思います。一旦トップビューで、奥行きは全然こんなになくていいので、ぐっと縮めて、で最初作った平面は奥の方に配置しておきましょうか。この辺りね、配置しておきましょう。で、今のこの四角いのも、奥の壁のところにこうやってくっつけてやりましょう。要はこれ柱みたいなのをね、壁のところに作ってるんですよね。これもマテリアルから同じ模様を、テクスチャーを適用しておきましょう。ちょっとね、暗い背景なんで分かりにくいかもしれないですが、カメラで動きをつけた時にこんな風に見えます。はい、なかなかかっこいいんじゃないですかね。で、この柱の部分もちょっとね、ベベルオプションの半径でちょっとだけ丸みをつけてやりましょう。他もね、もうやり方は基本一緒なんですけれども、立方体ツールで、じゃあ右下あたりトップビューで、奥行きはそんなにいらないので、ここにも、はい、こういうマテリアルがありましたので、なんて言うんですかね、これ。よくわかんないんですけども。で、このテクスチャーのオフセットっていうところでね、この模様のどこを使うかみたいなのを動かすことができるので、はい、こんな風に合わせてやるといいんじゃないかなと思います。で、このマテリアルもエアロックって書いてるとこね、ここの色とかをこうやって変えることができるんですよね。もしくはこの文字自体を打ち替えることもできるんで、全体の錆感とか汚れみたいなところも触っていくことができるんで、結構自由度が高いマテリアルになっています。で、あとはここにテキストですね。テキストに関しては、今までと同じことしか結局できないんですけれども、こんな感じでテキスト、普通にね、置いてもらってもいいですし、3D レイヤーのスイッチをオンにしてもらって、立体的に配置してみたり、もしくはこのね、テキストも立体的にしたいのであれば、テキストの形状オプションですね。の押し出す深さっていうところ、この奥行きを作ってもらうっていうこともできます。このね、アドバンス 3D になっていると、この機能が使えるようになりますよね。残念なのが、このテクスチャー先のね、マテリアルをここに反映することはできなくって、単純に金属の質感とかっていうのはつけることができるので、これが限界かなっていう感じはありますよね。はい、こんな感じですね。あとは照明ですね。ライトもね、1個とかで完結させるよりも複数重ねていった方が、よりかっこいい光の演出ができていいんじゃないかなと思います。ちょっとね、コツはいると思うんですけれども、皆さんもいろいろね、触ってみてほしいんですよね。はい。こんな感じで、今これライト3つ作ったんですけれども、環境ライトと、右上からですね、ちょっと当ててるような感じになります。スポットライトをこの文字のところ、テキストのところにめがけて、青いスポットライトをバンと落としてるっていう感じになりますね。で、この左側赤いところ、これはポイントライト、電球みたいなライトをこの端のあたりに設置して、このあたりを赤くぼやっと照らしてるっていうような感じです。ちゃんとこのテキストのね、影も後ろの壁とかに反映してますよね。はい、ここまでできたら、もうあとはね、カメラで動きをつけるだけっていう感じですね。こう立体的なね、動きをつけてもらうと、よりかっこいい映像になるんじゃないかなと思います。ちょっとね、簡単にこれ作りましたけれども、こんな風にやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、今回ね、この新しい2022
2026のアップデートで、追加されたいくつかの機能のうちの一つですね、パラメトリックメッシュ紹介させていただきましたけれども、すごくねこれで表現の幅も広がります。ただこれで何でも作れるっていうわけではないんでね、できる範囲でということにはなるんですけれども、ぜひね皆さんもいろいろ触ってもらって、なんかこんなん作れるよっていうのがあれば、ぜひ僕も教えてほしいのでコメント欄とかに書いてもらえると嬉しいです。ではね、今日はここまでとなります。この動画なかなか面白かったよ、また次も見てもいいかなと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。